千年期の変わり目に差し掛かっていた11世紀末、ローマ教皇庁からヨーロッパ全土へと一つの呼びかけが送り出された。それは、聖地エルサレムを取り戻せ、という熱狂的な号令であった。これが、後に、十字軍、と呼ばれる大規模な軍事遠征の幕開けとなる。しかし、この物語は単なる宗教戦争という言葉だけでは片付けられない。ヨーロッパとイスラムの世界の間には、剣を交えて激突する一方で、知恵や文化をやり取りするという、極めて複雑な関係が存在していたのだ。当時のカトリック教会は、単なる信仰の組織にとどまらなかった。教皇が統治する、教皇領、という領土を持ち、ヨーロッパ各地に絶大な影響力を及ぼす政治的な権力機関でもあった。教皇を頂点とし、司教や修道院長たちが連なる中央集権的な階層組織。この権威のシステムこそが、中世におけるバチカン市国という独立国家の基盤となっていくのである。対して、イスラムの世界もまた、独自の発展を遂げていた。ウラマーと呼ばれる法学や神学の専門家たちが社会の重要な役割を担っていたが、彼らはヨーロッパの教会のような中央集権的な組織を持っていなかった。代わりに、個々の学識と法的解釈を通じて、分散的に権威を行使していたのである。この統治構造の違いが、後の両世界の政治的な関係にも大きな影響を及ぼすことになる。1095年、ついに十字軍が動き出した。だが、興味深いことに、この軍事的な衝突は2つの世界を完全に分断したわけではなかった。地中海の交易路を通じて、人々や物資、そして学問の成果は絶えず往来し続けていたのだ。イスラムの学者たちが保存し、発展させた古代ギリシャの哲学や科学の文献は、アラビア語の注釈を経てヨーロッパへと伝わった。特に12世紀頃にはこの流れが加速し、12世紀ルネサンスと呼ばれる文化的な大転換期が訪れる。アリストテレスの著作をはじめ、天文学、医学、数学の書物が次々とラテン語に翻訳された。この翻訳運動と呼ばれる知的交流は、ヨーロッパの大学教育や神学に革命的な変化をもたらした。敵同士でありながら、互いに学び合うという奇妙な現象が起きていたのである。こうしてみれば、中世のヨーロッパとイスラムの世界は、単純な敵対関係では説明できない。政治的、軍事的な対立は厳然として存在したが、同時に地中海は文化や学術を共有する交流の場でもあった。この歴史の舞台裏には、信仰と権力、そして剣と知恵が複雑に絡み合うドラマが展開されていたのだ。時計の針をさらに戻そう。イスラム教が誕生した6世紀半ば、預言者ムハンマドの逝去後、正統カリフの指導下でアラブ軍は急速に領土を拡大していく。636年のヤルムークの戦いでビザンツ帝国はシリアとパレスチナを失い、638年には聖なるエルサレムがイスラム勢力の手に落ちた。キリスト教徒にとって最重要の巡礼地が異教の支配下に入ったことは、当時のヨーロッパに凄まじい衝撃を与えた。イスラムの進撃は止まらない。698年に北アフリカのカルタゴが陥落し、ビザンツ帝国はアフリカ属州を完全に喪失する。さらに711年、ウマイヤ朝の将軍タリク、イブン、ズヤードがイベリア半島へ侵入して西ゴート王国を滅ぼすと、イスラム勢力はピレネー山脈の麓まで到達した。8世紀に入り、イスラム軍はさらに西方へと進出を試みる。しかし732年、トゥール、ポワティエの戦いでフランク王国のカール、マルテルがこれを撃退し、ヨーロッパ本土への大規模な侵攻は食い止められた。それでも、イスラム勢力は地中海沿岸に強い脅威として残り続けた。756年にはコルドバに新たな王朝が築かれ、イベリアのキリスト教諸国と激しく対立。827年にはアグラブアサがシチリア島に上陸し、パレルモを占領してシチリア首長国を樹立した。これにより地中海の政界権争いは激化し、ローマ教皇は846年、ローマの城壁を新たに築いて防衛体制を強化せざるを得なくなった。そして11世紀、
エルサレムの支配権をめぐる争いが再び激化する1099年、ファーティマ朝のカリフが聖墳墓教会を破壊したことで、ヨーロッパのキリスト教徒の起こりは頂点に達した。同時に1054年の東西教会分裂により、ローマカトリックと東方正教の対立も深まっていた。さらに1071年のマンジケルトの戦いでセルジューク朝がビザンツ帝国を撃破し、アナトリア全域を掌握する。追い詰められたビザンツ皇帝アレクシオスはローマ教皇に救援を求めた。これが結果的に教皇権の政治的影響力を拡大させることとなる。1076年、セルジューク軍がエルサレムを占領し、巡礼者への迫害が伝わると、ヨーロッパ各地で聖地奪還の機運が最高潮に達した。12世紀初頭、ついに十字軍への呼びかけが具体化する。1095年、クレルモン公会議においてウルバヌス2世が十字軍遠征を宣言し、第1回十字軍が結集した。この時教皇は聖ペトロの後継者としての普遍的な権威を掲げ、世俗の君主たちに対する政治的支配力を強めたのである。一方のイスラム側では、ウラマーがシャリーアに基づく法解釈を行い、スルターンと強調しつつも、地域ごとに多様な解釈を許容する分権的な体制を維持していた。中央集権的な教皇庁が主導した十字軍に対し、イスラム側の対応は地域によって変動するという構造的な違いがあった。その後、歴史は激しく動く。1144年にザンギー朝がエデッサ伯領を奪還したことが第2回十字軍の引き金となり、1171年には英雄サラディンがファーティマ朝を滅ぼしてアイユーブ朝を樹立、イスラム世界の統一を推し進めた。1187年、ハッティンの戦いでサラディンは十字軍を撃破し、ついにエルサレムを奪還する。これを受けて第3回十字軍が勃発したが、1192年の講和において、サラディンとイングランド王リチャードは合意に達した。エルサレムはイスラム側の支配にとどまったが、キリスト教巡礼者の安全が保障されるという結末を迎えた。これら一連の出来事は、単なる領土争いではない。宗教的な権威と政治的な権力が互いに絡み合い、衝突し、そして共存しようとした壮大な歴史の構造だったのである。カトリック教会は教皇を頂点とした階層的組織であり、十字軍という形で軍事的介入を正当化した。一方、イスラム世界におけるウラマーは法学者としてシャリーアを解釈し、スルターンとの協調を基本としつつも、時に政治権力と緊張関係に陥ることがあった。両者の権威はそれぞれの社会秩序を支える柱となり、エルサレムをめぐる争いは単なる領土闘争を超えて、信仰と統治の根本的対立へと進化したのである。十字軍の目的は多面的であった。まず宗教的目的として、キリスト教の聖地エルサレムと清し墳墓教会をセルジューク朝やファーティマ朝などイスラム勢力から奪還し、巡礼路を確保することが掲げられた。政治的目的としては、ビザンツ帝国の要請を受けてセルジューク朝の東方進出に対抗し、東西キリスト教世界の連携を強化する意図があった。また、教皇権の強化とヨーロッパ諸侯の対立を外部に転化する狙いも含まれていた。経済的には、東方貿易路の支配権を握り、商業的利益を確保することが重要視された。特にイタリアの都市国家ベネツィア、ジェノバ、ピサが積極的に参加した。さらに、過剰人口や封建制の矛盾を抱えるヨーロッパ内部の問題を緩和するため、騎士や農民を東方へ送り出す安全弁としての役割も果たしたのである。第一次十字軍は1096年に始まった。教皇ウルバヌス2世は1095年のクレルモン公会議で、神の御心に従って十字軍を呼びかけ、デウス、ブルトと演説した。フランス、ドイツ、イタリアなどの諸侯や騎士、農民が参加し、ゴドフロワ、ド、ブイヨンやボエモン1世、レーモン4世といった指導者が活躍した。遠征はコンスタンティノープルを経由し、小アジアを横断してシリア、パレスチナへ向かった。主要な戦闘としては、1097年のニカイア包囲戦でセルジューク朝の首都ニカイアが陥落し、
ビザンツ帝国に返還されたこと、同年から1098年にかけてのアンティオキア包囲戦が8ヶ月にわたり続き、最終的にボエモン一世がアンティオキア公国を建国したこと、そして1099年7月15日のエルサレム包囲戦でエルサレムが陥落し、市民に対する大虐殺が行われたことが挙げられる。ゴドフロアは聖墳墓の守護者に就任し、エルサレム王国、アンティオキア公国、エデッサ伯国、トリポリ伯国の4つの十字軍国家が成立した。第二次十字軍は1147年から1149年にかけて行われた。背景には、1144年にエデッサ伯国がザンギーアサのヌールッティーンに陥落したことがあった。教皇エウゲニウス3世が再び呼びかけ、フランス王ルイ7世と神聖ローマ皇帝コンラート3世が大規模な軍勢を率いた。コンラートの軍は小アジアでセルジューク朝に大敗し、ドリュラエウムの戦いで壊滅した。ルイ7世の軍も1148年のダマスカス包囲戦で失敗し、撤退を余儀なくされた。その結果、十字軍国家は弱体化し、イスラム側の結束が強まる契機となった。第三次十字軍は1189年から1192年にかけて展開された。背景は、1187年にサラディンがヒッティーンの戦いで十字軍を破り、エルサレムを奪還したことにある。イングランド王リチャード1世、シシ神王、フランス王フィリップ2世、神聖ローマ皇帝フリードリヒ和王、赤ひげ王が遠征に参加した。フリードリヒは小アジアで溺死し、フィリップはアッコン包囲戦の途中で帰国した。一方、リチャードはサラディンと交渉し、1192年にラムラ条約を締結した。条約によりエルサレムはイスラム側に残ったが、キリスト教徒の巡礼は許可された。エルサレムは奪還できなかったものの、十字軍国家は存続し、リチャードとサラディンの対決は後世に伝説として語り継がれた。十字軍の結果と影響は多岐にわたる。宗教的には、キリスト教とイスラムの対立が深まり、相互不信が強化された。教皇権は一時的に強化されたものの、十字軍の失敗によりその権威は低下した。政治的には、ビザンツ帝国の衰退と最終的な滅亡、1453年への遠因となり、ヨーロッパ諸侯間の権力争いが激化して封建制の動揺を招いた。経済的には、東方貿易の活性化によりベネツィアやジェノバが繁栄し、商業資本の発展がルネサンスへの道を開いた。文化的には、イスラム文化やギリシア、ローマの古典がヨーロッパに伝わり、12世紀ルネサンスを促進した。科学、医学、建築、数学などの分野でイスラム世界からの知識が流入したのである。社会的には、ユダヤ人や異端に対する迫害が強化され、ラインラントのユダヤ人虐殺やアルビジョア十字軍、テンプル騎士団や聖ヨハネ騎士団といった軍事修道会が台頭し、後の金融機関の原型となった十字軍に対するイスラム世界の反応としては、サラディンの台頭が特筆される。サラディンはアイユーブ朝を率いて十字軍を撃退し、イスラム世界の英雄として称えられた。その後、13世紀後半にはマムルーク・アサが十字軍国家を完全に駆逐し、イスラム世界の防衛に成功した。十字軍を通じた文化的交流により、アリストテレス哲学や医学、考え技術などがヨーロッパへ伝播した。歴史的評価は時代とともに変遷した。伝統的には十字軍は聖戦として肯定的に描かれることが多かったが、現代の研究では宗教的熱狂と暴力、略奪の側面が強調される。スティーブン・ランシマンは十字軍を文明に対する悲劇と位置づけ、近年では十字軍を地中海世界の複合的な交流の一環として捉える視点が強まっている。第一次十字軍の最も重要な目標の一つはエルサレムの奪還であった。この遠征は中世ヨーロッパとイスラム世界との深い宗教的、政治的対立を背景に進行した。中世ヨーロッパにおいて教会は教会国家としての地位を確立し、世俗的な支配基盤を有していた。教皇ウルバヌス2世は1095年のクレルモン公会議で、エルサレムの異教徒支配を終わらせ、
キリスト教徒の巡礼路を回復するよう呼びかけたのである。教皇ウルバヌス2世の呼びかけは単なる布告ではありませんでした。これが十字軍という大規模な軍事運動の公式な始まりを告げるものだったのです。しかしこの呼びかけが響き渡る西欧とは対照的に、イスラーム世界ではエルサレムは預言者ムハンマドの夜の旅の終着地として古くから神聖なる都市と崇められていました。11世紀後半、この聖地はセルジューク朝の支配下に置かれ、キリスト教徒の巡礼者たちに対して厳しい制限が課せられ、時には過酷な扱いが行われたと伝えられています。この知らせは西欧の教会と民衆の間に宗教的な怒りを煽り、聖地奪還への熱狂を高めていったのです。さらにセルジューク朝の勢力拡大は東ローマ帝国、ビザンツ帝国の領土を脅かしていました。1095年、皇帝アレクシオス一世コムネノスは西欧に対して軍事支援を要請します。この要請こそが教皇ウルバヌス2世が十字軍を呼びかける直接的なきっかけとなったのです。しかしここで忘れてはならないことがあります。中世のヨーロッパとイスラーム世界は地中海を挟んだ交易と知識の交流によって深く結びついていたのです。商品の行き来だけではありません。医学、数学、天文学、イスラーム世界が保存し発展させた古代ギリシャの知識がアラビア語を経由して西欧に流入し、後の12世紀ルネサンスと呼ばれる学術復興の土台となっていくのです。それでもエルサレム奪還という宗教的な使命感が他のすべてを凌駕しました。聖地を異教徒の手から取り戻すという名目の下、世俗的な野心が結びついていたのです。封建領主たちにとって十字軍は領土の拡大や富の獲得、そして人口圧力の緩和という現実的な目標でもあったのです。そして1096年、第一次十字軍が始まりました。そしてわずか3年後、1099年7月15日、エルサレムは陥落します。しかしこの勝利は悲劇的な結果をもたらしました。都市では大量の虐殺が行われ、無数のイスラーム教徒とユダヤ教徒が命を落としました。この残虐な行為はイスラーム世界に十字軍の野蛮さとして深く刻まれ、その後の対立の火種となっていくのです。エルサレムを奪還した十字軍はこの地にエルサレム王国を設立し、西欧の封建制度を移植します。しかしこの国家はザンギアサ、アユーブ朝をはじめとするイスラーム勢力との継続的な戦いの舞台となり、後の十字軍運動の動機を形成していくことになります。しかし十字軍は単なる破壊と対立だけではありませんでした。この運動を通じてイスラーム世界からギリシア古典の翻訳や科学技術が西欧に流入し、学術的な復興を促進したのです。例えばアリストテレスの論理学、プトレマイオスの天文学、ヒポクラテスの医学、これらの知識はアラビア語で保存され、スペインのトレドやシチリア島などの翻訳センターでラテン語に訳され、ヨーロッパの知的革命の基盤となりました。また貿易を通じて砂糖、綿花、香辛料、紙、アルコールの蒸留技術などがイスラーム世界からもたらされ、ヨーロッパの経済構造と都市文化を一変させました。特にベネツィア、ジェノバ、ピサといった海洋都市共和国の商人はアッバース朝、ファーティマ朝、アユーブ朝といったイスラーム勢力と軍事的対立の最中でも貿易関係を維持し続けました。この交易網はアレクサンドリア、ダマスカス、バグダッドといったイスラームの都市とアレッソ、トラパニ、コンスタンティノープルなどのヨーロッパ港湾都市を結び、人、物、情報が絶えず行き交いました。そしてイスラーム世界の天文観測機器、大数学、医療技術などは貿易を通じてヨーロッパに伝わり、パリ大学やボローニャ大学などの学術機関に直接的な影響を与えたのです。貿易の利益は教会と世俗権力の双方に恩恵をもたらしました。教会はその収益の一部を聖地防衛の資金として利用し、
世俗の王侯たちはイスラーム世界との貿易で財政基盤を強化していったのです。ここから見えてくるのは一つのパラドックスです。十字軍は宗教的な敵対を象徴しながら、同時に両文明間の接触を強化する役割も果たしたのです。対立と協調が複雑に絡み合う中、中世のヨーロッパとイスラーム世界は、知的な交流を通じて互いの思想や技術を吸収し、独自の発展を遂げていったのです。建築様式、工芸品のデザイン、さらには思想や価値観まで、両者の交流は物的な交易を超え、互いの文化に永続的な影響を与えていったのです。十字軍は単なる宗教戦争ではありませんでした。それは政治、経済、文化が複雑に絡み合った中世史を動かした巨大なうねりだったのです。中世のヨーロッパとイスラーム世界の関係は単なる対立や衝突にとどまらなかった。その背景には学問や文化、経済といった多方面での交流があったのだ。こうした交流は両地域の発展を支え、現代にも影響を及ぼしている。十字軍統制はもともとは宗教的熱意から始まった軍事行動だった。しかしその過程でヨーロッパとイスラーム世界との接触が深まり、次第にヨーロッパ社会は変化し始めた。12世紀頃からは地中海を越えた交易や知識の流れが活発になり、ヨーロッパの文化や学問、経済構造に大きな影響を与えた。これは単なる接触ではなく、後のヨーロッパ文化の変革につながる契機となった。この時代、ヨーロッパは12世紀のルネサンスと呼ばれる文化的再生の流れに入った。それはイスラーム世界との交流を通じて古代ギリシアの学問が再評価された結果だ。アリストテレスの哲学やユークリッドの数学、プトレマイオスの天文学、医療書など、アラビア語で伝えられていたギリシアの知識がラテン語に翻訳され、ヨーロッパの学問の土台を大きく揺るがした。このような翻訳運動は、スペインやシチリアなどで活発に行われ、後に大学制度の発展にもつながった。また、都市文化も大きく変化していた。イタリアの都市国家たちは、十字軍の拠点として栄え、商業活動の中心地となった。ベネチアやジェノバでは、イスラーム世界から学んだ商業技術が導入され、為替手形や二重帳簿記入法、号、制度などがヨーロッパ経済に定着した。これは、後の資本主義経済の発展にも大きく寄与した。教会の影響力もまた変化していた。中世の教会は、精神的権威に加えて世俗的な領土を持ち、異端審問や学問の統制を通じてヨーロッパ全体に影響を及ぼしていた。だが、その権威は次第に弱まり、各国の世俗国家が独自の文化と政治の道を歩み始めるきっかけとなった。教皇領は徐々にその領土を失い、現在ではバチカン市国として精神的権威を保持するのみだ。中世の宗教的対立と交流は、一見矛盾した二律背反的な関係だった。聖地をめぐる戦いと並行して、知識や文化の交流は途絶えることなく続いていた。この複雑な関係こそが、ヨーロッパ文化の変容を促進した原動力の一つだった。中世ヨーロッパとイスラム世界の宗教、政治的衝突は、現代においても様々な形で影響を残している。この時代の出来事は、単なる過去の記憶ではなく、現代の国際関係や文化、教育、そして社会の在り方にも深く関わっている。まず、歴史的記憶が現代のアイデンティティや対立にどう影響しているかを見てみよう。中世の十字軍は、ヨーロッパ側にとっては聖戦の象徴として語り継がれ、一方でイスラーム世界では侵略として記憶されている。同じ出来事でも視点によって意味合いが大きく異なるのだ。この記憶は、現代の国際紛争や社会問題にも影響を与えている。例えば、2011年の同時多発テロ事件の後、アメリカのジョージ・ブッシュ元大統領が、十字軍という言葉を使ったことで、イスラーム世界では強い反応を呼び起こした。これは、中世の記憶が現代の政治的発言にまで影響を与えていることを示している。また、フランスで起きたシャルリー・エブドの襲撃事件では、犯人が十字軍への報復と表明したように、
中世の対立が現代のテロリズムにも引き継がれている。次に、宗教的権威と世俗権力の対立について考えよう。中世において、カトリック教会の教皇はヨーロッパ全域にわたる権威を持っており、その権力構造は現在のバチカンにも影響を残している。一方で、イスラーム世界の中世では、ウラマーと呼ばれる法学者たちが法律や教育を担っていた。この制度は、現在のサウジアラビアやイランのような国でも見られ、宗教的な権威が政治に深く関与する構造となっている。現代のヨーロッパでは、イスラーム教が社会にどう位置づけられるかという議論が起きている。例えばドイツでは、イスラーム教はドイツの文化なのかという論争があり、中世のイスラーム文化の需要と現在の対応を比較する声が高まっている。また、フランスではセパラティズム法として、イスラーム主義的な動きを規制する動きもあり、中世の異教徒との共存から排除への転換が見られる。さらに、中世の文化交流は現代のグローバル社会にも大きな影響を与えている。地中海を舞台にした地の王冠と呼ばれる翻訳運動では、ギリシアの古典やイスラームの科学知識がヨーロッパに伝えられた。この知識は、後の大学制度や科学技術の発展の基盤となった。現代でも、アラビア数字や大数学、医学の分野でイスラームの貢献が再評価されており、特にコロナ禍では、イブン・シーナーの医学書が注目された。トルコなどでは、こうした知識をオンラインで公開する動きも広がっている。最後に、中世の言葉、十字軍とジハードが現代の政治やテロリズムでどう使われているかも重要だ。極右勢力の中には、新たな十字軍と称してイスラーム排斥を正当化する動きがあり、一方で過激派はジハードを聖戦と解釈してテロ行為を正当化している。例えば、イスラム国、イズはジハードをスローガンにし、オンラインで広報活動を言っている。また、アメリカでは政治キャンペーンの中でも、歴史的なアナロジーとして、十字軍が使われることもある。教育の面でも、中世の対立は現代の歴史認識に影響を与えている。その影響は、今もなお私たちの社会に根強く残っているのだ。中世の宗教と政治的衝突、特に十字軍やイベリア半島での戦いは、後の世界に大きな影響を及ぼしました。歴史的な出来事は単なる記憶に終わらず、現代の社会や政治、文化、教育にも深く関わっています。過去の出来事が現在の問題とつながっていることを理解することが、より良い未来を考える上で重要なのです。ヨーロッパの歴史教科書では、十字軍の扱いが侵略から文化交流へと変化しています。一方で、トルコなどのイスラーム圏では、十字軍はイスラーム文明の防衛線として教えられています。日本でも近年、中世のイスラーム文化をテーマにした展示が行われるなど、歴史教育の国際的な見直しが進んでいます。しかし、十字軍運動を研究する上では、いくつかの課題と限界があります。例えば、スティーブン・ランシマンの十字軍史は、西欧の視点に立ってキリスト教徒側の立場を強調する傾向があり、イスラーム世界の視点が十分に反映されていません。彼は十字軍が宗教的な動機よりもむしろ権力や利益を求める野心によって動かされていたと指摘しましたが、それでもイスラーム側の理解は不十分で、単純に敵対する存在として描かれることが多かったのです。このような偏りを補うためには、イスラーム世界の文献や記録にも目を向ける必要があります。十字軍は単なる宗教対立以上のものであり、地中海地域の貿易や文化交流のきっかけにもなったという見方があります。このように、より広い視点で捉えることが求められます。中世ヨーロッパにおけるカトリック教会の体制についても、資料の偏りが問題です。教会は教会国家として世俗的な権力を持ちながら、ヨーロッパ全域にわたる精神的権威を主張していました。しかし、地方の教会がどのように運営されていたのか、あるいは一般の人々が教会に対してどのような考えを持っていたのかといった点については、記録が少なく、断片的です。また、イスラーム世界とヨーロッパの文化交流についても、
詳しい記録が不足しています。12世紀のルネサンスと呼ばれる時代には、イスラーム世界を通じてギリシアの古典がヨーロッパに伝えられたことが知られています。しかし、その翻訳活動がどこで、誰によって、どのような過程で行われたかについては不明な点が多く、スペインのトレドやシエナなどで活躍した翻訳者の活動内容もよくわかっていません。宗教的な対立がありながらも、学問や技術、都市文化などを通じて交流があったという複雑な関係を正確に理解するには、両方の言語と文化を知る専門家が必要です。法制度や宗教的権威の在り方を比較する研究にも課題があります。カトリック教会は明確な階層構造を持っていたのに対し、イスラーム世界のウラマー宗教学者はより個々の学識に基づいて権威を持つという違いがあります。しかし、これらの違いを適切に評価するための共通の基準がまだ整備されておらず、比較研究が難しい状況です。こうした課題を解決するために、いくつかの方法が提案されています。まず、ラテン語やギリシャ語、アラビア語、ヘブライ語など複数の言語を理解する専門家が協力して、一次資料を直接読み解く研究が必要です。また、これまで分散していた文献をデジタル化し、統合されたデータベースを作ることで、研究者が効率的に情報を得られるようにすることも重要です。さらに、歴史学者だけでなく、神学者や法学者、言語学者など、さまざまな分野の専門家が協力して、宗教と政治の関係を総合的に理解する試みが求められます。そして、2つの文化圏を客観的に比較するための標準的な方法論を整備することで、異なる社会的背景の中でも妥当な結論を導き出すことが可能になります。中世の宗教と政治の衝突、特に十字軍やイベリア半島での戦い、そしてそれらが後の世界に与えた影響について、多くの研究者や歴史家たちは今もなお新しい資料や視点を探しながら、理解を深めようとしています。例えば、十字軍の時代に起きた戦いの記録は、アラビア語、ラテン語、そしてヘブライ語で書かれた文献の中にあることが分かってきました。こうした多言語の資料を比較することによって、これまで見落とされてきた視点が見えてくる可能性があります。近年、歴史学の研究は進歩を続けており、特に中東とヨーロッパの交流の深さや、当時の知識の移動の様子に注目が集まっています。こうした流れの中で、中世の宗教的、政治的対立を単純な善悪で分けるのではなく、より複雑で人間的、文化的な側面から捉え直す動きが強まっています。また、考古学や環境史の視点からも新しい発見が続いており、例えば都市の発展や気候変動が当時の出来事に与えた影響など、多様な角度からの研究が試みられています。こうしたアプローチは、中世の出来事の理解をより深くし、また当時の人々の生活や思想、社会構造を知る手がかりとなっています。今後の研究では、特に記録が乏しい地域や、これまで注目されてこなかった人々の視点、例えば女性や一般市民、あるいは科学者や商人の立場に立っての分析が期待されています。また、当時の貿易や文化交流が、後の世界に与えた影響についても、さらに詳しく調べる必要があります。さらに、教育の場においても、中世の出来事の教え方が見直されており、単なる戦争や対立の記憶としてではなく、文化や宗教、社会の変化の一部として捉え直す動きがあります。これは、過去の出来事を現在の教育にどう生かすかを考える上で重要です。中世ヨーロッパとイスラム世界の間に繰り広げられた宗教的、政治的衝突は、単なる軍事的対立にとどまらない、複雑で深遠な文明の工作である。この歴史に目を向けるとき、衝突と交流が常に表裏一体であったという事実が浮かび上がってくる。そして、その背景には、両文明における宗教的権威の構造という根本的な違いがあったのだ。西ヨーロッパでは、カトリック教会が教皇を頂点とする中央集権的な体制を築いていた。教会は世俗の権力と密接に結びつきながらも、全キリスト教世界に対する精神的指導権を強く主張した。
その権威は信仰の枠を超え、政治や社会の在り方までをも形作っていたのである。一方、イスラム世界では、ウラマーと呼ばれる宗教学者たちが、コーランとハディースの解釈を通じてイスラム法を体系化し、知的権威を保持していた。彼らはスルタンやカリフといった政治的指導者と協力しつつも、独立した立場を貫いていた。宗教と政治は連携するものの、完全に一体化することはなかった。こうした構造の違いは、両文明の政治体制や社会の在り方に大きな影響を与えたのである。十字軍の遠征は、この対立の最も顕著な表れであった。11世紀末から13世紀にかけて、ヨーロッパの騎士たちは聖地エルサレム奪還を名目に、イスラム世界へと進軍した。しかし、その戦いの中で彼らは、自分たちとは異なる。しかし驚くほど洗練されたイスラム文化に触れるのである。特に、十字軍国家が地中海東岸に成立したことで、ヨーロッパとイスラム世界の交易が活発化した。商品だけでなく、知識や技術、学問も行き来するようになった。アラビア語で保存、発展されたギリシャ古典の哲学や科学が、ラテン語に翻訳され、ヨーロッパの学問を飛躍的に進化させたのである。この地の流入が、いわゆる12世紀のルネサンスと呼ばれる文化運動を生み出した。ヨーロッパは、自らの過去を取り戻すのではなく、イスラム文明という窓を通じて、新たな地の世界を発見したのだ。政治的な地図も、時代の流れの中で変化し続けた中世ヨーロッパでは、教皇領が世俗的な基盤を持ち続けていたが、やがて国民国家の成立とともに、宗教の権威は次第に世俗国家へと吸収されていく。イスラム世界でも、カリフの権威は次第に分裂し、スルタンやエミールといった地方の支配者が力を伸ばしていく。宗教と政治の関係は、ますます複雑に絡み合い、地域ごとに異なる形態をとっていった。現代に至っても、その影響は色濃く残っている。ローマ教皇庁はバチカン市国として独立国家を成し、イスラム世界では多様な政治体制が共存している。この歴史を振り返るとき、3つの重要な事実が浮かび上がってくる。まず、宗教と政治の分離というプロセスの違いである。これは、中世から近代にかけてのヨーロッパとイスラム世界の歩みの違いを象徴している。次に、文化交流の継続性である。たとえ武力衝突が繰り返されても、人々は互いの文化を学び、取り入れてきた。文明の境界は、決して閉ざされていたわけではない。そして何より重要なのは、知の伝達メカニズムである。ギリシャの知がイスラム世界を経てヨーロッパに届いたように、文明の発展は、他者との対話と需要によってこそ実現するのである。歴史は、対立だけではなく、その隙間に広がる理解と交流の軌跡もまた、確かに刻まれているのだ。